ここからはガイドの高橋さんを交えてお送りしたいと思うんですが、富岡製糸場の解説員をいたしております高橋玲子です。よろしくお願いします。富岡製糸場、僕も来るの初めてでして、はい、そもそも富岡製糸場って何なのかっていう、繭から繭を使って糸にするというのが製糸場ですね。でそれが明治5年から115年間、昭和62年まで続いていたというのがここですね。同じ仕事が115年間続いていました。今世界遺産になってますもんね、富岡製糸場は、これなったのがちょうど今年で10年になります。2014年の6月25日に登録されました。なので今年でちょうど丸10年になります。その当時っていうのは盛り上がりました？盛り上がりました。盛り上がりますよね。もう1日にですよ、ここにいらっしゃる方たちが7000人、8000人、9000人、1万人もいらっしゃるんです。1日です。なのでもう自分が行くところが前の方が進まないといけない状態が数年間続いていました。すごいですね。なんでそんなに富岡製糸場がすごい世界遺産に登録されるぐらいになったんですかね。やっぱりそれは近代化日本を作り上げる元になったところっていうのが一番大きかったんじゃないでしょうか。元になった、日本が明治になった時に2つ政策を立てますね。富国強兵、殖産興業ですね。この2つの政策を明治政府が立てます。この2つの政策を経済的に支えたところが富岡製糸場なんですね。なるほど、ね、そこが日本にとってはですよね。で世界にとっては役割を果たしたというのがとても大きかったようですね。文化までも変わったんだそうです。絹の文化までも変えた。1930年代ですから、昭和5年か6年のお話ですよ。日本の生糸のシェアは世界の8割だそうです。なのでそこまでなった時に絹の文化が一般大衆化しましたねっていう文化までも変えた。いや8割って相当ですよね。高橋さんが多分富岡で生まれてらっしゃると思うんですけど、生まれた時はどうでした？絹とかその蚕とかって。うちも養蚕農家だったんですけど。あ、そうなんですか。私が高校生まで飼ってましたが、その頃までは本当に軒並み養蚕農家でしたね。この周りが私たちの周りが。なので桑畑も本当にもうあらゆるところが桑畑っていう感じでした。それがいつぐらいからなくなっていってしまったんですか？ここが終わってからだと思いますね。だんだんやめるわっていうか、後継者がいなくなるんですよ。やっぱ後継者不足が結構大きいですよね。であとはお蚕、こんな思いで育てても買ってくれるところがいないとか、あとは生糸の値段が安くなるじゃないですか。そうですね。輸入のやつとかも。輸入が入ってきたり、今私たち生きてるものが自然ものではないですよね。化学繊維ですよね。そうです。そうに変わっていくので、それを見越してやっぱりそれは採算取れなくなるねっていうことで、だんだん1人辞め2人辞めっていうことに。でやっぱ日本を下支えしたのがやっぱシルクだし絹だと思うので、これは廃れてほしくないんですよね、個人的に。私もそう思います。で本当に肌触りがいいですし。いやそうですよね。これだってお家ですものね。息が中のさなぎにとってはお家ですよ。そうですね。これがお家ですね。そう。ということはこれはちゃんとこんなしっかりしていますけど、呼吸はできるし、湿度もちゃんと管理ができるっていうことですよね。こんな素晴らしいものはないと思いますよね。こんなお家ないですよね。なかなか自然のね、しかもものですし。そうです。日本の文化とか経済支えてきたね、私たちが育ってきたっていうことなので、本当に廃れてほしくないですね。そうですよね。片倉財閥。っていうのは結構僕も岡谷とか行った時に目に触れたりホテルがあったりするので行くんですけど、片倉財閥さんとは結構深い関係ありますもんね。明治政府が明治5年に建てます。引き継がれて受け継ぐのが一番最初がですね、三井財閥で三井製紙になるんですよ。三井家ですよね、有名な。で次が原財閥で原製紙になります。そして昭和の14年から片倉製紙さんがここを受け持って昭和62年の最後まで製紙工場してくださったんですね。で片倉製紙さんですごくありがたかったのは、この工場を
閉鎖になってから約18年間持ち続けてくださったんですよ。あ、そうなんですね。平成17年にここが富岡市の管理になるんですね。世界遺産になりたいということで、はい、なので工場が終わったのが昭和62年、平成17年までだいたい18年間ありますね。税金持ち出し、ここ0円ですよ、収入ありませんからですよね。税金持ち出し、それから数名の方にここ維持管理する方たち置いてくださったんですね。そのお給料も持ち出し、全部持ち出しで18年間維持管理してくださったんですね。なのでとってもいい状態で残ってるんです。なるほど、それもあってちゃんとこう残っているというのもあるんですね。はい、すっごくありがたいですね。相当で、それがなければね、もしかしたらこれそのままも残ってなかったかもしれないですよね。はい、もう一企業ですから更地にしたっていいわけじゃないですか。そうですよね、確かに確かに。それを世界にとってももちろん日本にとっても大事だということでずっと大切にしててくださったんですね。なるほど。いや、もうそれは本当に感謝いたします。いやー、すごいですね。高橋さんが思うこの絹とかシルクのカルチャー文化を残していくために、なんか今後、まあ僕25ですけど、なんかこうしていってほしいとか、こうなっていったらいいなとか思いってあります？そうですね、眉になってからのはね、随分こう努力されているようですけれども、お蚕を育てる方がいらっしゃらないんですね。まあそっちですよね、やっぱり人手が足りないと。もう桑は植えとけばどんどん育ちますけれども、その桑を切って世話をする方々が今とても高齢化して辞めちゃう。そこをちょっと面倒を見ていただいて、その眉からこっちもトータルでっていうのがちょっと私の望みです。というわけで富岡製糸場見学してまいりました。ここでね、16年間ぐらいツアーの時にこう案内をしていただくような方にも付き添っていただいて話を伺ったわけですけど、いや、やっぱりシルクっていうのはね、もう魅力がいっぱいでしたね。自分もシルクに触れて今もう2年ぐらい経ちますけど、まだまだシルクについて知らないことが多いなと。富岡製糸場っていうのはシルクを世界にねこう輸出していって、それで有名になったっていうのもありますけれども、国をこう作る中でも一つのこう象徴シンボルみたいな形で、富岡の人もそうですし日本人にとってそういう象徴的な存在だったっていうのが結構印象的でしたね。我々は今シルクに関連するプロダクトを作ってるわけですけれども、シルクの要は中身の成分を取る前のもっともっと前のこの桑のところから畑を作って、畑で実際働くような人たちってもどんどん人手不足になってるみたいなので、なんかそのあたりとかもやっぱり我々がもっともっと解決していけるようなブランド、そして会社にしていければ、よりですね、なんかこのシルクそして絹産業が盛り上がっていくのかなっていうのを本当に肌身に感じた一日でした。海外とか、アメリカ含め中国とかにも今後どんどん展開はしていくんですけれども、ここの原点、シルクの原点、日本のシルクの原点はここだっていうのを、胸に刻んで海外にもどんどん発信してチャレンジしていきたいなと思う、そんなすごい素敵な時間でした。ぜひですね、何か気になることがあればコメント含めメッセージをいただきますと幸いです。それでは皆さんごきげんよう。